お好み。冷食堂、今日は最強の冷凍牛丼を決めるよ。あら、いいわね。まずは松屋から。値段を公正にするために楽天の公式ショップから10個入りを買っているよ。特に飾り気のない段ボールね。創業者の河原吹俊夫が1966年に中華飯店松屋を開業したのが始まりなのだ。なおこの店は3年後に閉店した。松屋終わったじゃん。しかしその中、吉野家の味に感銘を受けたりして独自の牛丼を完成させた。1968年、東京都練馬区栄町に松屋エゴタ店を開店。未だ現存している。そこが真のスタートだったのね。松屋は牛丼ではありません。牛めしなのでお間違いないように。さて、開封しましょう。タレが多いわね。つゆだくならつゆなしもできるからね。逆はできないのだ。テイクアウトも取ってきました。松屋は前は直盛りとセパレートで値段も同じで選べたのだが、今はセパレートがデフォみたいですね。つゆが全くないわね。テイクアウト時はつゆだくにした方が良さそう。冷凍の牛めしを見ると肉の繊維が長いですね。肉がめっちゃ硬いんだけど。肉の繊維に対して斜めから切っているので噛み切れないですね。脂身とのバランスはいいのだがもったいないですね。玉ねぎは多めに入っていて味も染みていて美味しいわね。つゆも店舗の味とほぼ同じですね。次はすき家です。段ボールにロゴが入っていて気合入っているわね。すき家は1982年11月に牛丼業態の1号店すき家生麦駅前店を開店した。創業者の小川健太郎は牛丼チェーン吉野家の出身で4年間在籍していた。郊外型店舗を軸に展開しているためテーブル席があったり奇抜なメニューが豊富にあったりする。ちなみに店舗数は1位だったりする。牛丼と聞くと吉野家が強いイメージがあったわね。開封です。見た感じかなり脂身が多いですね。つゆもなんだか濁っているわ。こうして見るとテイクアウトの方が肉が薄いような気がしますね。すき家は全体的にこってりとした濃い味付けになっていますね。肉は柔らかく美味しいですね。玉ねぎが少なめといったところでしょうか。むしろ松屋の玉ねぎが多すぎたのでは。すき家といえば生姜の効いたつゆ、これはかなり再現できています。次は吉野家です。おしゃれな箱じゃん。おお、紙が入っているのだ。クーポンと歴史とメニューの紙が入っていましたね。牛丼もさらに2袋ずつ梱包されていますね。吉野家は1899年に東京日本橋で創業された。1968年までは1店舗しかなかった。2店舗目を作る時に吉野家スタッフと顔見知りになり卸を共有していた後の松屋河原吹社長を役員として誘ったものの、河原吹は恐れ多いと丁寧に辞退。1980年には店舗の急増に伴いコストダウンしたところ味が劣化。客離れや牛肉価格の高騰により倒産。以降セゾングループ傘下で再建に乗り出す。またこの時に後のすき家創業者小川健太郎が離れた。すごい歴史だわね。開封しましょう。見た目はほぼ同じですね。さすがの品質。テイクアウトに比べて若干煮込みが弱いかな。牛丼は煮込みながら提供するので13時頃にテイクアウトしたけど時間によって煮込みの具合は違うからそれも楽しみの一つですね。それと吉野家だけ容量は 120g だよ。肉の厚みがしっかりあり肉の旨味を味わえますね。冷凍牛丼、味の染み込みは薄いけどつゆの味は同じですわ。再現性は一番高いですね。値段が高いけどそれだけの価値はありますね。
後にパッケージを見ていくよ。厚みはちょっと大きい吉野家のパッケージが一番薄いですね。すき家は偏っていてゴツゴツしていますね。ちょっとかさばります。すき家と同じパッケージみたいだけど潰されているので綺麗に収納できますね。すき家はなぜこんなに偏っているのか。総評としてどれも味の再現は高めだが肉に関してはそれぞれ違いますね。肉質なら吉野家ですね。とにかく肉をたくさん食べたい人は松屋の牛めしでしょう。すき家の方が肉は多いけど脂身が多くでくどく感じますね。生姜の効いたつゆならすき家一択ね。安く食べたいのなら松屋が時々5割引きセールをやっているのでそれを狙うのもありでしょう。200円台で食べられます。以上なのだ。また会いましょう。